野じ馬大学。俺の名前はヤン。中国のとある村出身のごく普通の少年だ。とはいえここは貧しい農村だから俺の家もかなり貧乏な家ってわけ。毎日大した稼ぎもないくせに畑仕事、野菜を作っても買い叩かれ、朝から夜までいつも泥だらけになって働いても生活は貧乏。おかずこれだけ？贅沢もんが。文句あるなら食うな。だからご飯もいつも少なくて腹が減ってることがほとんどだった。一応親は学校には行かせてくれたから俺は勉強していつかこんな生活から抜け出してやると考えていた。ヤンはよく勉強してるな。まあな。高校を出たら町の大学に入ってもっと稼ぎのいい仕事に就こうと思うんだ。そのために学校帰りにこっそりバイトもしてるんだ。もう高校1年分の学費は貯めたよ。確かにそれはいいな。この村じゃ給料の低い仕事しかないもんな。頑張れよ。勉強は普通くらいにしかできないが知識をつければどうにでもなる。だけど中学出たら家の手伝い？そうだ、お前はこの家の跡取りなんだ。勉強なんかしてないで畑を手伝うんだ。そうよ、勉強なんて読み書きできれば十分よ。だから家計を助けてちょうだいね。真面目に生きてりゃ勉強なんかしなくても幸せよ。そんな、俺は勉強して高校に行きたいんだよ。そしたらいい就職先にだって。何？寝ぼけた夢物語を言ってんだ。お前はうちを助ける重要な存在なんだ。子供が親の面倒を見るのは当然だろう。ここじゃみんなそうやってきたんだ。俺の言葉は一切聞いてくれなかった。親父は貧乏なくせに態度はでかくて頑固だ。こうなったら意見は覆せない。だから俺はもう自分でバイトして高校に行くしかないと考えていた。こんなにも貯めてやがったのか。家の手伝いもしないで何金なんざ貯めてんだ。返してくれ。それは学費のために貯めたんだよ。最悪なことに子供の時から貯めてたお金が親父にバレてしまい全て没収されてしまった。中学を卒業と同時に俺は稼げない畑仕事で働くことになった。そう、なんでこんなに貧乏な家に生まれちまったんだ。子供を自分たちのために働かせるような家なんか知るか。こんなとこ出てってやる。俺の心はもう絶望しかない。そう思ったが吉日と大してない荷物をまとめ夜のうちに家を飛び出した。こうなったら町で自分で稼いで高校に行くしかないと決意を胸に抱きながら、町には同じ中学の友達が住んでおり、行くとこのない俺は友達の家を訪ねることにした。大変だったな。何か力になれることがあれば協力するよ。友達は行くあてのない俺のために一晩泊めてくれた。とても優しくてお金のある親のもとにいる友達が羨ましかった。やっぱ世の中金なんだな。そう思うしかなかった。なあ、先輩の家に空き家があってそこを管理してくれるなら住んでもいいってさ。ほんとか？助かる。ありがとう。幸運なことに住まいも見つかった。早速先輩の空き家とやらに住まわせてもらうことに。ラッキーなことに家具が一式揃っており、驚いたことに少し型は古いが PC まである上にネット環境も揃っていた。中学にあったのを軽く使った程度だがこれはありがたい。情報もニュースも見放題だと、初めはただ検索や動画を見る程度だった。今日もバイト疲れた。さーてネットでもやりますか。バイトから帰ってすぐネットを見るのが俺の日課になっていた。するとあるニュース記事が妙に気になった。アメリカのハッカーが企業情報をハッキングして何十億荒稼ぎ。へえ、すごいな。俺はニュースに釘付けになった。勉強する暇ならある。これ俺にもできんじゃね？
と思ってしまった。この時はまだプログラミングのブの字も知らないのに。バイトで稼いだ金を使い、早速プログラミングの本を買って勉強を開始。ここがこうで、コードがこうなってて、あれ違うか。じゃあ普通の人が見たら無茶だし、これが悪いことな上に、大抵ズブの素人がハッキングなんて中卒の子供にできるわけないと思われるだろうが、これで俺を貧乏から脱出させてくれるのではと思い、必死で勉強した結果、よっしゃー、あの店の公式サイトのセキュリティ突破できた。なんと1ヶ月にはちょっとしたサイトのセキュリティを突破できるほどハッキングができるようになっていた。決して楽ではなかったが、執念で勉強したら簡単なものくらいなら数十秒で入れるようになった。最初はただ簡単なセキュリティの穴を見つけて入り込むことを何度も繰り返した。そこにはカード情報や個人情報がわんさかあった。これをまとめて売ったらかなりの金になるだろう。きっと今よりいい暮らしも大学にも行けるようになるだろう。たくさんの顧客情報が手をつけるようなことはまだしなかった。まだだ。今欲に目がくらんで、盗んでもすぐにバレて警察の縄につくのが目に見えてる。それじゃあダメだ。とにかく何度も多くのサイトに侵入を繰り返し、痕跡を残さずいかに素早く情報を盗めるかが重要。俺は寝る間も惜しんで仕事が終わり次第プログラミングの勉強にハッキングの練習をした。そして2年が過ぎた頃、世話になったな。これはあの時の例だよ。いや、急にどうしたんだ？こんなレストランに俺を呼んで、お前羽振り良くなったな。まあな、お前のおかげでいい仕事を見つけてな。そこの給料がいいのよ。だからこれはあの時止めてくれた例だよ。そうか。そう、俺はようやく稼げるようになった。時間をかけて毎晩毎晩ハッキングを続けた俺は、スピードと確実性に自信を持ち、企業の個人情報やカード情報を少しずつ盗むことに成功するようになった。奪った情報は闇サイトに売り出せば、いろんな組織がこぞって買い付けるから、素早く売りさばくことであっという間に多くの金が俺の元に流れ込むようになった。なんだよこのセキュリティ、抜け道だらけじゃん。こっちは対策してきたな。でも残念でした。はい、突破。そのおかげで今は暮らしができているとはいえ、やっていることは泥棒にして詐欺行為なので、目立たなくて地味な部屋に住み、ちょいちょい拠点を変えていた。同じ場所でやっていたらいつか足がついちまうからな。リーダーは用心深いですね。あ、ついでに一人でやるには大掛かりだから、今は仲間を集めてハッカー集団にまで成長したんだぜ。もちろん俺がリーダーだ。俺のハッカー集団はとにかく分担が決まっている。俺が司令塔となり、ハッキングする企業を選別、そこで得た情報を転売する係、ネット決済のセキュリティホールを見つけて名義人になりすまし、売れそうな商品を大量に買い付けたり出金をする係がある。仲間は基本一箇所には集めず、リモートでやり取りをする。ちなみに盗んだカードは1枚あたり数百から数千円しか使わない。なんでかって？そりゃそのくらいの金額なら何に使ったかわざわざ調べるやつはあまりいないだろう。ほとんどのやつは何かに使ったんだろうと思うわけで、まさか勝手に使われてるなんて思わないってわけさ。その後は情報を闇サイトに売りさばくってわけだ。カードの利用明細をちゃんとチェックしない方がバカなんだよ。おかげで儲かって仕方ない。リーダー、あのバツバツ企業のセキュリティの突破しました。よし、20秒以内に情報を取れるだけ取れ。欲張るなよ。とにかく長居は禁物だ。長く居座るとすぐホワイトハッカーにバレてしまう上に、足跡をたどられて発信源が見つかってしまうからだ。この時
いかに素早く顧客情報を盗めるか大切だ。強盗だっていかに早く盗めるか重要だろ。それと同じだ。この俺のやり方はあまりにうまくいきすぎてどんどん儲けを増やしていった。きっと親が今の俺を見たらものすごく怒るだろう。そして真面目に畑を耕せと言うだろう。世の中真面目なんざバカのやることだ。結局は悪が勝つんだよ。金こそ正義なんだよ。綺麗事なんざ言ったって金がなきゃ何の意味もないんだよ。さすがリーダー、その通り。最高ですよ。これからもついていきますよ。この頃になると俺のハッカー集団は300億の稼ぎを叩き出していた。個人情報は160万件ほど盗み、他人のクレジットカードは19万件ほど自由に使える状態だった。俺たちは裏社会や警察界隈でかなり有名な存在になっていた。警察も俺らを捕まえようと躍起になっていたが、仲間の拠点もしょっちゅう変え、リーダーである俺も月に2度以上は拠点移動している。いざとなれば改造した PC1 台でもハッキンできるからな。捕まえられるもんならやってみろってんだ。完全に勝ち誇っていたが、崩壊はすぐそこまで来ていた。大変です、リーダー。あいつがヘマして逮捕されたようです。何？こんな時に誰だ？お前がハッカー集団のリーダー格だな。ちょっと来てもらえるか？どうやら仲間が全て喋ったようで、俺の拠点となる場所が割り出されたようだ。こうして俺のハッカー集団はあっさりと逮捕されてしまった。俺と仲間たちは留置所にぶち込まれ、罪を償うための罰を下されるのを待つカゴの中の鳥となった。マジでこの世界はイカれてるわ。もっとうまくやればよかったな。重罪にかけられるのは分かっているので、これでもう人生積んだと思っていたが。ヤン、出ろ。面会だ。俺に面会なんて誰だよ。まさかとは思うが、親じゃねえだろうな。やあ、君があの有名なハッカーのリーダーだそうだね。そこにいたのは軍人だった。多分かなり階級の高い人だ。こんなお偉いさんが俺なんかに何の用だと疑問に思っていると。そうですが、俺に何か？単刀直入に言おう。君のハッキング能力は大変素晴らしい。刑の免除の代わりに我が軍のサイバー部隊に入ってもらえないか？もちろん君の友達たちもね。思わぬ提案に俺は一瞬思考が飛んだ。だが状況をすぐに理解した。どうやら軍人さん曰く、我が国はサイバー部隊にかなり力を入れているらしく、俺みたいなやつでもスカウトしているらしい。で、どうかな？喜んでお力になりましょう。人生とは不思議なものだ。俺は悪さをずっとしてきたのに、まさかそれが評価されて国のために役に立つことがあるなんてな。その後、俺は仲間と共にサイバー部隊に入隊。日々他国との攻防や情報を手に入れるため奮闘している。さーて、今日はどの国の情報を狙いますか？本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったと思っていただけたら、